明けましておめでとうございます。2023年も YouTube チャンネル上川がゆくわかるニュース解説の動画をぜひともご覧ください。私のチャンネルでは視聴率命のいわゆる地上波テレビ放送ではあまり取り上げないような話題についても積極的に追いかけていきます。また、インターネット上では特に見られることなのですが、とかく0か100に極端に話を振ってしまい、それゆえに多くの人々の注目を集める人たちというのがいます。私の場合だと、物事は0か100に単純に割り切れるものではなく、必ず0か100の間に大体収まっているものである。だからこそ、現実に即した解説を行っていこうと思っています。変更報道といったものは、報道機関や個人からもたくさん発信されていますから、それらの情報を見ることによって偏った考えになってしまうことも、誰にだって起こり得る話です。現代では情報発信者はたくさんいますから、誰の解説を聞いた上で自分の考えをまとめていくかというのは非常に重要なことです。そうした意味で私の話を聞くのは、あなたにとってもバランスの良い考え方、そして広い視野をもたらすことでしょう。自分の考えをまとめるためにも誰かの話を聞いた上で、ああ、なるほど、文字化するとこうなるのかといった具合にして、情報をぜひとも自分の脳みそに定着させていってください。それでは今回は年明け一発目の動画ということもあって、簡単に国際情勢についてのまとめをしておきましょう。2022年はまさに激動の年でした。歴史に残る年だったと言えるでしょう。何しろ国連常任理事国が軍事侵略を行い、数々の国際法違反を犯しているにもかかわらず、これらが一切まるで何事もなかったかのように平然としている、そのような出来事があった年です。歴史の教科書には必ずロシアによるウクライナ侵略が入ってくることは間違いありません。なぜならば、この侵略というのは非常に多くの悪影響をもたらしています。世界経済で言っても物価高を引き起こしました。これはエネルギー価格の高騰であったり、穀物価格の上昇、ロシア、ウクライナ周辺国だけではなく、それ以外の多くの国々にとっても物価高をもたらし、それに伴う政情不安なども貧しい国では起こっています。またエネルギー事情といっても、ロシア産のガスに頼っていたヨーロッパは、今回の出来事をもとにして脱ロシアエネルギーを考えなければならなくなりました。これに伴ってエネルギー価格は上昇し、これもまたより経済力の持たない国に打撃をより多く与えることとなっています。お金を払えばなんとかなるといった話はあくまでも先進国だけのことであり、お金がないからエネルギー資源そのものを入手することもできなくなるというのが開発途上国にとっての悩みなわけです。そしてロシアによるウクライナ侵略というのは遠く離れた出来事ではないというのも非常に重要なことです。国連常任理事国が現代では違法とされる軍事力を用いた領土の奪取を実現しようとしている。しかも核兵器保有国が核兵器を使うぞと脅しつつ、そのような行為を行っている国に対して今世界がどう対応するかというのは遠く離れた日本に対しても同じように降りかかってくる問題なのです。例えばロシアが今回のウクライナ侵略を自らの望むような条件で終わらせることができれば、軍事力を使っても何も問題もないと考える国が出てくることとなります。中国はロシアを前例として自分たちの次の行動へとつなげてしまうのです。例えばロシアがウクライナ東部南部4つの州について自分たちの一方的な意見をもとにして併合を行いました。住民投票を行ったんだからこの併合は合法だとしているのはあくまでもロシア側の一方的な宣言に過ぎません。このようなウクライナに対して例えばロシア側は現政権の退陣を求めていますし、反ロシア主義を掲げるウクライナ人の一掃を求めてい、さらには安全保障上脅威となるようなウクライナ軍は解散せよ、つまり武装蜂起を求めています。このような和平提案に、例えばウクライナ側に対して、このまま戦争が長引いてしまえば、第三次世界大戦の危険性もある。そして、国際政治上においても多くの悪影響があるし、世界経済にも悪影響がある。ウクライナ側の方が我慢してくれれば、ありとあらゆる問題が解決するんだから、さっさと和平案を受け入れろみたいな形で、ウクライナに我慢させる形での終戦を迎えてしまえば、侵略することの利益が最大化されてしまいます。
このような状況というものをもしも中国が再現しようと考えた場合において何が起こるでしょうか。例えば台湾に対して軍事侵攻を行って戦争が長引いてしまえば、台湾は半導体王国であり、世界経済への悪影響は凄まじいものがある。台湾はさっさと抵抗を諦めて武装を解除し、政権はさっさと退陣して中国支配を受け入れるべきだなどということを国際社会が台湾に求めたら一体何が起こるでしょうか。台湾は完全に中国に飲み込まれてしまいます。じゃあ同じようにして中国が日本に対して武力攻撃を行って尖閣諸島や沖縄などを占領した場合において同じ理論で日本にさっさと降伏しろなどともしも他の国が言ってきた場合それを受け入れるべきなのでしょうか。当然そんなことは受け入れるべきではありません。ですから話の最初に戻ってウクライナに対して降伏を受け入れるべきだなどという話をするのは、その後の歴史上においても非常に悪い前例を残すこととなるのです。ですから、2022年を振り返った場合、2023年が一体どのような年になるのか、非常にわかりやすいキーワードがインターネット上で話題になりました。これはトーク番組においてタモリさんが言った言葉なのですが、2023年は新しい戦前になるんじゃないかといった話をしました。この新しい戦前というのは一体何を意味しているかといえば、台湾有事がいつか起こるということを前提にして今は戦争前の状態だというような定義づけです。台湾有事というのは中国による台湾侵略のことです。中国による台湾侵略というのはもはや発生するかしないかの議論ではなく、いつ発生するかという時期の問題になっています。ですからいずれ発生するだろうというのを想定内にした場合、それ以前の段階というのはもはや新しい戦前と定義づけを行ったとしても何の不思議でもないのです。そして戦争が起こるんだなという前提にしている場合において、まさに用意しなければならないのが軍備だというわけです。ここでのポイントもやはり中国はロシアがどのような戦争の決着を迎えるかに注目していることです。軍事侵略を行っても大してペナルティもない、デメリットもないとなれば、中国にとってはさほど気にならずに台湾へと侵攻できるというわけです。実際にはロシアは経済的な未来はもはや暗淡たるもので、将来性は全くないと言えます。多くの若者が戦場で死に、そして有望な才能ある人物であればあるほど、現段階においてもすでに富を築いていますから、それらの人たちは積極的に海外へと逃亡をすでに果たしています。それでいて、国際金融市場からの締め出しや、先端産業が生み出す半導体などを手に入れることができなくなっているなど、産業分野での将来性についても非常に暗い展望が待っています。しかし、裏を返せば、経済的な未来さえ気にしなければ戦争することができるんだという悪い解釈も成り立ってしまいます。このことは中国においても全くそうです。例えば現在の習近平国家主席は中国経済の未来に対してあまり関心がないように見えます。鄧小平以来の中国の国力を上げるためには経済力を上げることが最も重要だと考えていた路線は現在の習近平体制においてはあまり重要視されていません。しかも今年から始まる新体制においては、経済重視のいわゆる胡錦涛派の人たちが一掃され、習近平国家主席にとって都合の良い人物で指導層は固められています。だからこそ、台湾侵略の実現性が高まってしまっているのです。このように国際情勢の動きというのは、遠い国の出来事だと思っていたものが近くの出来事へとつながっている、そのような関連性を意識しなければなりません。そして、日本国内においても防衛費を上げなければならないという議論から増税の話も出てきており、決して日本の政治というのは日本国内の事情だけで決まるわけではないというのも大きなポイントなのです。だからこそ日本の外に目を向けて世界は今どうなっているんだろうといったことを決して軽視してはいけません。世界で起こっていることというのは必ず日本にも何らか影響があるといったことを前提にしなければ、日本の政治をどうすべきかという議論をするときにも予備知識があるのとないとのではかなりの差が出てくるのです。というわけでこれからも国際情勢の話少し多めで、日本の政治も少しずつ織り込んでいくような形で2023年の動画作りも進めていこうと思います。ぜひとも今年も私の動画を見ていって頭の整理をするのに役立ててください。というわけで今年最初の動画でした。2023年もまた今年もよろしくお願いします。
それではチャンネル登録していない人がもしも初めてこのチャンネルの動画を見たのであれば、ぜひともこれを機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。